ちょっとリアム、なんだよ。こういう時こそなんか気の利いたこと言えないの？は？なんだよ気の利いたことって。使えな。普段はあんなに得意げにリリック刻んどいてさ。別に得意げってことはねえだろ。ちょっと二人とも声が大きいよ。ケイトに聞こえちゃう。まさかライバルがって俺たちのオーディション課題をかもしれないなんてケイトじゃなくても落ち込んでってバカお前の声が一番でけえっての。悪い。今さら隠すようなことでもないかと思ったらつい。シンバさんの素直なところはとても魅力的ですが、皆さんと1年近く一緒に学んだ僕としてはやはり本当のことほど言わない方がいいこともあるというか。マジで頭痛い。ケイト。えケイト大丈夫？はい、戻った。おめぐるさん、ひろみさんの様子は？まだ何も話さないそうだ。ご飯も食べてない。朝持って行ったものがそのまま面談室の前に置かれたままになってた。さすがにお水は飲んでると思うんだけど。心配ですね。もう3日か。ゴシップサイトにヒロミの過去が取り上げられたって。稲本さんとメンターのみんながヒロミを呼び出してから。別に閉じ込めたりしちゃいないんだよな。そのはずだ。ヒロミが自分から閉じこもってるって聞いたぞ。あの記事本当なのかな。俺たちのスマホからは中身は読めなかったけど。ああね。グランツの反応を見たら大体の差しはつくっていうか、テレビ局で働いたヒロミがわざとをして企画を潰した。今回もオーディションで同じようなことしてるみたいな内容だと思うんだけど。もしもですよ。その話が本当ならどうしてひろみさんはそんなことをしようと思ったんでしょうか。まあ確かに。そもそもってヒロミにとってなんか得することあんの？バレた時のリスク高くない？現に今これだけ騒がれちまってるしな。例えばヒロミは何か大きな失望を抱えて自暴自棄になっちゃってる。だからオーディションをめちゃくちゃにしようと思ったとか。おはようございます。実はスタジオ近くに部屋借りたんで前より睡眠時間確保できるようになったんですよ。俺この仕事好きなんです。天職だなって思って。はい、ありがとうございます。ひろみさん、入ってもよろしいですか？ちょっとみんないい加減にして。そんな風にライバルのことあーだこーだ話されるケイトの気持ちにもなってみなよ。ああ、ごめんケイト。すみません、無神経な話を振ってしまいました。悪かった。お前の気持ちも考えずにって。ケイトはどこだ？先ほどまでここにいたはずだが。ヒロミ、ヒロミ、僕、ケイト？あ、やっぱりケイトだよね。帽子かぶってないから一瞬誰かわからなかった。おお、どうしたこんなとこで。どうしたもこうしたもないでしょ。ヒロミのことが心配になってきたんだよ。ね。そうです。ヒロミさんはケイトさんのライバルですもん。心配になって当たり前です。すみません。突然話しかけたから驚かせちゃいましたかね。
どうして帽子を脱いでるの？それかぶってないと普段うまく話せないんじゃ。どうしてドキュメンタリードラマですか。そっか、そんなとこまで。もしかしてそれを脱がないとヒロミに伝えられないことがあるのかな。おお、そっか。それじゃあよ、お前からヒロミにしっかり声かけてやってくれよ。僕たちもヒロミさんに聞いてほしいことがあるんです。ただ今はちょっと難しいみたいで。でもライバルのケイトの話だったら聞いてくれるかもしれないだろ。ライバル、ケイト、ヒロミの。もしかしてヒロミがケイトのことをちゃんとライバルだと思ってくれてるか心配みたいな感じ？なんだよ、自信ねえのか？大事なのは相手がどう思ってるかじゃねえ。お前がどう思ってるかだろ。大丈夫。君の言葉は必ずライバルに届くよ。ヒロミ、聞こえますか？聞こえてる？聞こえてるといいな。僕、どうしても聞いてほしいことがあるんだ。僕、ヒロミのチピちゃんになりたい。チピちゃん？あの帽子のことだよ。僕が小さい頃、僕を育ててくれたおじいちゃんとおばあちゃんは子供が好きじゃなくて、僕うるさいって怒られるたびにどんどんおしゃべりがうまくできなくなっちゃってた。でもチピちゃんが来てくれて一緒に歌ったり喋ったりしてるうちに、また少しずつ言いたいことが言えるようになってきて、僕がこうしてまた喋れるのはチピちゃんのおかげなんだ。だからね、僕、ヒロミが今話せなくなっちゃってる気持ちわかる気がするんだ。どう言葉にしていいのかわからない時ってあるよね。何か言わなきゃって思えば思うほど言葉にできない時あるよね。僕は本当はヒロミがなんでこんなことしたのかなんてどうでもいい。だって僕が見てたヒロミのこと信じてるから。だからどんなことでもヒロミの言いたいことなら僕がチピちゃんになって聞くよ。何があっても僕のライバルはずっとヒロミだけだから。ヒロミ、大丈夫？貧血を起こしてしまったようです。今から医務室に。大丈夫です。それよりみんなに話をちゃんと話さないと。ヒロミ、僕の声聞こえてたの？稲本さんが少しだけドアを開けてくれてて。ごめんね、ケイト君。みんなに何て言えばいいのかわからなくて長い時間閉じこもって
結局そのせいで余計に心配かけて。ごめんね。せっかく信じてくれたのに。俺は本当は君の信頼に足るような人間じゃない。ヒロミ、俺はオーディションの間ずっと今回はこんなことになって本当にすみません。謝っても謝りきれないくらいのことをしたって自覚はありません。だからせめて俺の口からゴシップサイトで書かれていることの真相をみんなに話したいと思ってます。ああ、いいぜ。聞かせてくれ。ああ、皆訳を知りたがっていたところだ。ありがとう。事の始まりは俺がまだ前の仕事をしていた頃。ゴシップサイトにはテレビ局で働いていたって書いてあったみたいだけど、実際に俺がいたのは小さな映像制作会社だよ。テレビ局には出入りしていたけどね。AD の仕事は大変だったけどすごく性に合っていて、大好きなエンタメの世界で誰かの役に立てるこの仕事を俺は天職だって思ってた。俺この仕事好きなんです。天職だなって思って。そう言って褒めてくれたタレントさんは俺が学生の頃からずっと憧れてた人だったんだ。だから余計に頑張ろうって思えた。この人とはそのうち仕事を通して親しくなって、プライベートでも仲良くしてもらえるようになったんだ。何もかもが充実していて順風満帆だった。あの出来事があるまでは。ヒロミ、もしかしてヒロミじゃないか？覚えてるか？同じ専門学校の。ああ、久しぶり。元気か？偶然再会した友人は俺の仕事の話にすごく興味を持ってくれた。俺は多分この時から調子に乗っていたんだと思う。相手が自分の話を褒めてくれる裏でどんな感情を抱いているのか、そこにどんな思惑があったのか考えることができなかったんだから。結局俺は少し前に仕事を辞めたっていうその友人に自分の職場を紹介することにしたんだ。はい、よろしくお願いします。俺からもよろしくお願いします。違和感は少しずつだけど着実に俺に忍び寄ってきていた。おはようございます。今日のスケジュールですが。了解です。よろしくお願いいたします。すみません、この後のミーティングですが。やだなヒロミ、昨日のうちに連絡しておいただろ。寝不足で見落としたか？そうだったかな。ごめん。こいつちょっと天然なとこあるんすよ。俺の顔に免じてすみません。そうっすか？本当ですか？ありがとうございます。すみません。ちょっと待って。なんだよ。あのさ、変なこと聞くけど、あの人になんか俺の話してる？あの人？なあ、お前が好きなあのタレントの？いや、してないけど。そう。でもあの人さ、なんかお前がやたら親しげにしてくるから困ってるって言ってたぞ。気をつけろよ。ミーハーだって思われたら仕事に響く。次の企画だってあの人一緒なんだろ？極秘の企画なんだってな。
あの人酒が入っても全然教えてくれないんだよ。どんなのなんだよ。同じ仕事のよしみだろ。なあ。ダメだよ。ここでバラしたらそれこそ仕事に響くどころじゃないし。あれ、俺のノーパソどこにあった。なんでこんなとこに。はい、どうしましたか。知ってる？人はしばらくの間違和感にさらされているとそれに慣れてしまうんだ。だから本当にまずいことが起こるまで動けないなんて、そんなのただの言い訳でしかないけど。待って！お前だろ。何が？情報漏洩だよ。お前がやったんだろ。はあ？どこにそんな証拠があるんだよ。だけど。ところで見たか？あの人の SNS。 名前こそ出してないけど絶対にお前のことだってわかるポストしてたぜ。ほら、ずいぶん嫌われたな。まあ仕方ないか。人生くすぶってズタズタなやつの前で自分のしてることなんて普通って謙遜して調子に乗ってるやつ、胸くそ悪い以外に何者でもないもんな。お前残念だったな。二度とこの世界でやっていけると思うなよ。ところでさ、俺と取引しないか？別の制作会社に企画売るといい小遣い稼ぎになるんだよ。どうせお前ももうクビだし悪い話じゃないだろ。ああ、されたことをやり返すんだよ。同じことをすればいいだけだって。これがゴシップサイトの記事の真相だよ。じゃあその時投影したのはヒロミじゃなかったの？ああ、誓ってしてない。でもあいつがやったっていう確固たる証拠もなかった。だから俺は首を受け入れるしか。ごめん。それがこんな形で公表されるなんて思わなくて。そっか、辛かったね。でもさ、なんでこれだけ相手に傷つけられたのに同じことしちゃうかな。同じこと？もう少し早く打ち明けてくれてたらな。いや、難しいのはわかるけどよ。自分のことを話すのは難しいですよね。傷が深ければ深いほどね。自暴自棄ってやつか。どういう？まさかモネさんが予想した通りのことが起きていただなんて。ヒロミ、本当にそれがお前のやらなきゃならないことだったのか？待って待って、みんな一体何の話をしてるの？何って、ヒロミがこのオーディションの課題を外にだったって話だろ。仕事で傷ついたヒロミさんはされたことをやり返すみたいに課題のってことを話してくださったんじゃないんですか？違います。確かに他の企画の流出を誘われはしたけど、そんなのきっぱり断ってます。あいつとも連絡を取ってない。あいつだけじゃない、あの時関わっていた誰とも。じゃあゴシップサイトの情報って。待ってください。ゴシップサイトって俺がしてるって書いてあったんですか？言ってなかったっけ？言われてません。てっきり過去のことだけだと。申し訳ありません。そのことに関しては私の伝達ミスです。じゃあヒロミは
お仕事のもオーディションのもしてないってこと？してない！どっちもしてないよ！だったらさっき言ってたっていうのは？それはいつか仕返しをしようと思ってたんです。仕返し？芸能界に入ってあいつよりも偉くなってあの人よりも売れて、それでいつか暴露っていうかどこかで全部話してやろうと思って。そのためにこのオーディションに参加を？はい。ただアイドルになりたいっていうの自体は子供の頃の夢で、さすがに大人になった時一度諦めたんですけど、映像業界に入ったのもその頃の憧れがあったからで。だとしても最悪ですよね。本気でアイドルになりたいみんなの中でこんな動機のやつが混じってるなんて。なるほど。それがヒロミのやらなきゃならないことか。てか、別にアイドルになって売れたいって気持ちがあるなら動機なんて何でもよくない？暴露はともかく。だな。誰かを見返したいって気持ちは少なからず誰にでもあるだろう。暴露はともかく。そうだね。俺だってないって言ったら嘘になる。暴露はともかく。だな。反骨精神は大事だぜ。暴露はともかくな。よかった。安心した。暴露はともかく。ですね。暴露はともかく。そんなダメかな。暴露は私もお勧めしません。場合によってはヒロミさんが過去と同じくらいもう一度傷ついてしまう可能性があります。もちろん絶対にダメだとは言いませんが。ただ誰も君に傷ついてほしくないんだよ。君だけじゃない。他のどの候補生も。たとえ誰かがとしてもそうだよ。僕たちは捕まえるために探してたんじゃない。助けたかったんだ。そんな状況に追い込まれてしまったその子を。助ける？僕もだよ。ケイト君。ケイトはヒロミがそうじゃなくてもヒロミの味方だから。だってヒロミは僕のたった一人のライバルだもん。ありがとう。ケイト君のおかげでみんなに全部話せた。ケイト君が俺のチピちゃんになって背中を押してくれたから。君は俺のたった一人のライバルだよ。もう双葉ってば涙もろい。アグリさんこそ。それにしてもまさかこんな感動のやりとりを生で見られるなんて。それな。やっぱビバレンのドキュドラって神。あなたとは常々話が合いそうだと思っていたんです。うちもずっと話したいと思ってました。何二人で熱い握手交わしてんの？嫉妬。まあいいじゃない。これで一件落着なんだし。まあってことはなんだ？結局オーディションのしたいなかったってことか？そういうことになります。いるよ。いるよ。みんなが探してるスパイ。モネさん、何って。天井が下がってきてる。誰か立ってます。あれは
やあみんな、久しぶり。元気だったかい？新社長、どうしてあなたがここに？伝えに来たんだよ。ここのみんなに。このオーディションは現それ